さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。114回目の今回は、5球団を渡り歩き、5度の最優秀救援投手に輝いた投手の解説になるよ。その選手とは、阪神、南海、広島、日ハム、西武に在籍していた、江夏豊選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。江夏豊、1948年5月15日生まれの73歳。兵庫県尼崎市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は解説者評論家タレントを務めているよ。幼少期は、近所の子供たちと粗末な道具で野球を楽しんでいたよ。そんな時兄から、お前は左でやれと、左利き用のグラブを買い与えられ、江夏自身は右利きにもかかわらず、強制的に左利きへ強制されたそうだよ。尼崎市立園田中学校では、野球部へ入部するも、入部2ヶ月を経過しても、球拾いしかさせてもらえないことに不満を抱いて上級生に直訴するが、これが乱闘騒ぎへ発展してしまい、野球部を退部。この時監督から、野球はいろんなスポーツの結晶だから、いろんなスポーツを体験するようにと諭され、バレーボール、ラグビー、相撲などを経験、最終的に陸上部に落ち着いたよ。陸上部では砲丸投げの選手として活躍し、県大会で優勝したこともあるよ。大阪学院大学高等学校へ入学後に、本格的に野球を始めるが、高校時代は制球力に難があり、それを理由に変化球を一切教えてもらえなかったが、代わりに磨き上げた直球で活躍。1966年の全国高等学校野球、選手権大会大阪大会予選では準決勝に進出するが、奥田と投げ合って惜敗するも、予選7試合を全て完投して、わずか3失点という成績を残したよ。この活躍がスカウトの目に留まり、直球もいいが頭の使える選手だとして、1位指名に踏み切られるきっかけとなったそうだよ。そして1966年に行われた第一次ドラフト会議において、阪神、巨人、東映、阪急から1位指名を受け、競合抽選の結果、阪神が指名権を獲得、入団が決まったよ。1967年の春季キャンプでは、高校時代まで投げられなかった変化球を習得するために、先輩投手陣に教えを請うたが、完全に習得できないまま、公式戦に入るよ。しかし剛速球を武器に225奪三振を挙げ、新人でありながら、シーズン最多奪三振を記録したが、与四球や非本塁打も多く、打撃力に乏しいチーム事情も重なって12勝13敗。新人王のタイトルも竹上に阻まれて獲得はならなかったよ。1968年のキャンプでは、新たに投手コーチに就任した林によって、砲丸投げの影響から来る、担ぎ投げの癖を強制され、変化球も徹底的に教え込まれ、これによって制球力の向上と球種を増やし、開幕から前年を上回るペースで、勝利数と奪三振数を伸ばしていったよ。1968年9月17日の巨人戦で、王から三振を奪い、稲尾の日本記録を更新する、シーズン354奪三振を記録。江夏は試合前にこの新記録に気づいており、記録更新となる354個目の三振を、王から奪うと公言していたことが、当時の新聞に記載されているよ。そして試合では日本タイ記録となる353個目を王から奪ったが、江夏本人はこれを日本記録更新と勘違いしており、ベンチに戻ってから捕手の辻から指摘されて、初めて気づいたそうだよ。そこで江夏は後続の打者をすべて、意図的に凡打で打ち取り、次の王の打席で宣言通り記録更新となる354個目の三振を奪ったよ。江夏は後年、森さんと高橋さんから三振を取らないようにするのが、むしろ大変だった。特に高橋さんを2ストライクまで追い込んだのが一番困った、と語っているよ。そしてこの年は、49試合に登板し25勝12敗401奪三振を記録し、最多勝利、最多奪三振、ベストナイン、最優秀投手、沢村賞を受賞、また20歳左腕投手での沢村賞は最年少記録となっているよ。そして奪三振数401個は、2021年現在でも日本プロ野球記録であり、また世界記録として認定されていないものの、MLB 記録をも上回っているよ。1969年には15勝10敗、防御率 1.81 で最優秀防御率、262奪三振で最多奪三振を受賞。1971年7月17日のオールスター第1戦で登板した江夏は、パリーグの打者から次々に三振を奪い、史上初の9者連続奪三振を記録。オールスターでの投手は規定により、3イニングまでしか登板できないため、この記録は1試合における、事実上の最多奪三振数で、現在でもオールスターにおける単独記録だよ。この後前世は、江夏の後を受けて登板した渡辺、高橋、水谷、小谷の継投で、全波を無安打に抑え、継投によるノーヒットノーランを達成しているよ。
1973年8月30日の中日戦では、史上59回目となるノーヒットノーランを達成。相手先発の松本と延長戦まで投げ合い、11回裏に松本が投じた初球を、ライト側ラッキーゾーンに運び、自らサヨナラ本塁打を放つという、劇的な形で史上初の延長戦での達成となったよ。そしてこの年は、24勝13敗で2度目の最多勝を記録。1973年シーズン終了後、江夏は金田監督に対する不満から、監督の下ではプレーできないと表明し、金田も、江夏を抱えてチーム作りをする自信がないとして、辞任を表明する事態となったよ。この時は球団社長が仲裁に入り、最終的には両者とも残留を表明したが、確執の解消には至らなかったよ。1974年に金田に代わって就任した吉田とは、吉田の現役時代から性格が合わず、親しかった辻コーチが間に入ることで、ようやくコミュニケーションが取れる状態だったそうだよ。1970年に発生した黒い霧事件では、江夏も野球賭博の常習者との交流をしていた、として処分を受け、多くのチームメイトから、江夏が相手は阪神は優勝できない、江夏とプレーしたくない、と言われるほど孤立してしまったため、球団側もパリーグ球団を相手とする、早期のトレードを模索していたそうだよ。そして1976年1月28日、球団事務所に呼び出された江夏は、江本、島野、長谷川、池内との交換トレードで、望月と共に南海への移籍を宣告。吉田から野村兼任監督に打診があったことによるトレードで、両球団は乗り気だったものの、野村自身からすれば痛かったようで、これはフロント主導で一方的に決められたトレードで、会見で江夏は涙ながらに、無念を語っていたそうだよ。このトレードの際に江夏は、交換相手の江本に関して、なぜあんなレベルの選手とぼやき、それを聞いた江本が、言いたい放題言いやがってと激怒、一触即発の状態に陥ったそうだよ。江夏は当初、南海への移籍を堅くなに拒否していたが、野村監督と会った時に、その野球観に深い感銘を受け、南海での現役続行を決意。野村はさらに、お前が投げて俺が受ける。これは芸術になるぞ、と告げ、それが移籍の決め手になったそうだよ。移籍初年度は先発投手として起用されたが、血行障害や心臓疾患などで、長いイニングを投げられず、試合中に発作が起きて動けなくなるなど、同年は6勝12敗と結果が残せなかったよ。しかし59程度の短いイニングなら、戦力になると考えた野村は、江夏へリリーフへの転向を打診。野村による江夏のリリーフ転向は成功し、江夏は41試合に登板し4勝2敗、19セーブを挙げて、最優秀救援投手に輝いたよ。1977年オフ、野村が公私混同問題で監督を解任された際に、野村さんが辞める以上、南海を出してくださいと発言し、同年12月22日に金銭トレードで、広島へ移籍。1979年には55試合に登板し、9勝5敗22セーブで自身初、日本のリリーフ投手としても史上初となる、MVP に輝いているよ。1979年の近鉄との日本シリーズ第7戦では、1点リードの9回裏に、無視満塁を自ら招くも、近鉄の反撃を断ち、広島を日本一に導いたよ。広島でもリリーフとして起用され、1979年から1980年の2年連続日本一に大きく貢献、赤ヘル黄金時代の原動力となったよ。そして日本ハムの大沢監督が、リリーフエースを求め広島に江夏獲得を自ら打診。同年オフの12月1日に、エースの高橋との交換トレードで、江夏の日本ハム移籍が決定したよ。1981年はリリーフエースとして45試合に登板し、25セーブを挙げ優勝に貢献し MVP に、両リーグでの受賞は史上初の快挙だったよ。1982年には55試合に登板し8勝4敗29セーブを記録。そして通算200勝を達成し、入会条件を満たして日本プロ野球名球会に入会。チームは後期優勝を果たし、前期優勝した西武とプレーオフで対決。事前予想では西武打線がシーズン通じて、江夏に抑えられていたことから、日本ハムが優勢と見られていたが、江夏の周辺に必要なプッシュバントを仕掛けさせ、投球リズムを崩した江夏は西武打線に捕まり、日本ハムは西武に敗れて、日本シリーズ出場は果たせなかったよ。江夏は広島時代の1979年から1983年まで5年連続、両リーグで最多セーブのタイトルを獲得し、同時に史上初となる、全12球団セーブの記録も達成したよ。1983年オフに大沢が勇退し、後任に上村が監督に就任。しかし上村は江夏をチーム構想から外しており、江夏の退団が決定。大沢からも、俺は監督を辞めようと思っている。
お前もよそのチームでやり直した方がいいと、対談を持ちかけたとされているよ。江夏は、常務取締役として球団本部に残った大沢から希望球団を問われ、広島とか阪神とか、巨人を倒すチームなら行ってもいい。しかし西武は嫌である、と答えていたそうだよ。しかし、同年12月13日に、柴田木村との交換トレードで、西武への移籍が決定。1984年の開幕から江夏は調子が上がらず、シーズン途中で体調不良を訴え疲労化は、2軍落ちと入院を命じたよ。その一方で江夏も、2軍落ちの決定を疲労化本人からではなく、新聞報道で知るなど、疲労化が選手とコミュニケーションを取らないことに、不満を募らせていたよ。チームもシーズン途中で早くも来季を見据えた、若手中心の起用に変わったことで、7月12日の登板を最後に、江夏に出番が与えられることはなかったよ。そして江夏は、史上初の200セーブと、通算3000奪三振を目前にしながら、同年限りで西武を退団と現役引退を表明。また阪神時代にバッテリーを組み、西武で再び同僚となった田淵とは異なり、球団主催の引退試合は行われなかったよ。引退試合が行われなかったことに対して、当時の文藝春秋の編集長らの計らいで、魂一本杉公園野球場にて、文藝春秋社の主催、名球会協力により、たった一人の引退式が実施され、1よろず6000人の観衆が詰めかけたよ。江夏は引退式の挨拶で、メジャーリーグ挑戦の意思を表明し、江夏豊36歳、本当にバカな男かもわかりません。ですが、日本に帰ってきた時には、たった一言、ご苦労。それだけ言ってやってください、と語っているよ。日本での現役引退を表明していた江夏は、1985年にブルワーズの春季キャンプに、招待選手として参加。アメリカでの野球生活を終えて、日本に移るメジャーリーガーが多い中、日本での野球生活を終えて36歳で、メジャーに挑戦するルーキーとして地元マスコミからも注目されたよ。オープン戦で好調を維持し、開幕ロースター入りの最終選考まで残るも、終盤になって調子を落としてしまい、開幕メジャー入りはならなかったよ。球団からはマイナー契約を打診されたが、36歳という高齢がネックとなり、監督は、江夏は素晴らしいピッチャーだが、ここに来るのがあと10年早ければ、と述べ、江夏も帰国、現役を完全に引退したよ。1985年からは日本テレビ、ラジオ日本野球解説者、東京中日スポーツ野球評論家として活動する傍ら、映画、テレビドラマ、バラエティ番組に出演するなどタレント、俳優としても活動していたよ。1993年3月2日に、覚醒剤取締法違反の現行犯で逮捕されるよ。またその逮捕数日前まで日本ハムの臨時投手コーチを務めていたよ。そして裁判にて、懲役2年4ヶ月の実刑判決を言い渡されたよ。江夏はそのまま静岡刑務所に収監され、1995年4月に仮釈放されたよ。仮釈放されてから1ヶ月後の6月には、文化放送のラジオに出演し、野球の論評を行っているよ。1996年から2010年までは、デイリースポーツ野球評論家を務めたほか、テレビ大阪で野球解説者も務めているよ。またマスターズリーグの東京ドリームスや、モルツ球団に所属しているほか、阪神で2015年には1軍春季キャンプ、2016年には2軍春季キャンプで、それぞれ臨時コーチを務めたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。広島の衣笠とは、江夏が広島に在籍していた頃から無二の親友となり、現役引退後も衣笠が亡くなるまで、交流が続いたそうだよ。江夏によると、広島時代は、嫁さんといる時間より、幸といる時間の方が長かったといい、衣笠の没後は、いいやつを友人に持った。俺の宝物だ。自分もすぐ追いかけて、あの世で野球談義をするよといたんだよ。また、この時期は大野にフォーム改造などの、熱心な個人指導も行い、後の大野の成長の礎を作り上げたそうだよ。フロントも、選手の扱いが非常に熱いもので感動したと語り、最も愛着があるのは最初にユニフォームを着た阪神だが、最も楽しかった時代は広島、とさえ述べているよ。ちなみに、広島在籍時代に対戦した古巣の阪神戦では、一度も勝利投手になれず、現役通算での全球団勝利を逃しているよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、なかなか濃い野球人生を歩んでいるなと思ったね。高校時代では様々なスポーツをこなす万能タイプで、変化球を投げられなくても直球だけで切り抜けた大学時代。その上プロでは相手打者との駆け引きに引いて、リリーフに回っても発揮される。ウプ主としては中継ぎのイメージが強かった江夏投手。先発としても優秀な成績をいくつも残していることでだいぶイメージが変わったね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。